村から逃げたことをお知らせすると、恐ろしい出来事が次々と起こりました。避難生活が始まって1年半以上、活動できない時間、田舎暮らしについて考えていました。映画化のお話をいただいて、視聴者様のために何ができるのかずっと考えてきたいくつかの企画がようやく動き出します。リンの田舎暮らし。田舎で幸せに暮らせますように。知床の基地から知床の森へ。夏はスズメバチが飛び回っていましたが、知床の森に鬼が出て、スズメバチは一匹残らず連れて行かれました。平和を取り戻した知床の森に、桜とさくらんぼの木を植樹します。知床の基地から羅臼岳まで森が続きます。ヒグマの楽園です。知床に来てからの2年間、浜で流木を拾って、流木をメルカリで売ったお金で、ヒグマが食べるどんぐりの木、コナラとクヌギを100本近く植樹しました。どんぐりがたくさん落ちています。栄養たっぷりのこの土地に、今年は桜の木を植樹します。村から逃げたこと、村の自宅の襲撃計画があったことなどが全国ニュースになった2023年の春、加害者全員への民事訴訟や刑事告訴を担当する弁護士さん、村役場を調べる弁護士さんは2人、真実を明らかにするため、多額の弁護士費用が必要になりましたが、たくさんの企業様や代理店様が支援の手を差し伸べてくださいました。映画化のお話もいただきました。まだ公表できないことが多々あり、スポニチさんが住民間のトラブルと表現されますが、住民間のトラブルで映画にはならないです。闇はもっと深いです。書籍化映画化は全ての結果が出た後になります。まずは小学館さんのアットダイムで連載を開始させていただきました。2023年5月、嬉しいご提案をしてくださる企業様がありましたが、病んでいたのかメールに気づきませんでした。少し時間が経って警察の指示で避難生活が始まり、思うように YouTube 活動ができない日々が始まりました。加害者グループと役場の対応に参ってしまって、長尺動画を編集する元気がなくなってしまいました。税務署の所長だった税理士さんが役場からお金を取り返してくれることになりました。企業様とコミュニティで事情を知る視聴者様のご支援で、税理士さんの着手金を捻出することができました。YouTube 活動できない間、様々な問題に対応してきました。Gmail を整理していると、2023年5月に届いていたメールに気づきます。移住して YouTube を始めてから、自分のちょっぴり得意な動画制作を通して誰かの役に立てるのではと考えるようになりました。プロジェクトでは視聴者様に楽しんでいただけることや、リンと視聴者様の距離が近くなること、その他として村から逃げてきたことを報告してから1年半、YouTube に強い弁護士事務所、芸能に強い弁護士事務所、北海道の大きな弁護士事務所と田舎のトラブルに対応してきました。この1年半で学んだことを生かして、リンと同じ悩みを抱えている方、田舎暮らしで困っている方々と共有できるリンと弁護士の田舎暮らし安心無料相談も始まります。
YouTube を通してつながった皆様と一緒にリンが活動してきた意味を形にしたいです。詳細は来週ご報告できます。誰もが田舎で幸せになれるよう皆様のお力をお借りしたいです。